家族の時間、仕事の時間、これうまくバランスを取りましょう。全部パンになる原因が親に責任がある。世界のお父さんたち、頑張ってやっていきましょうね。皆さんこんにちは、スティーブテキシテンのスティーブです。今日のトピックはですね、親子関係。うちの場合はお父さんと息子。アメリカ人として日本に昔住んでた、日本で働いた経験のあるアメリカ人として、日本語喋れる白人のお父さんとして自分の見方、それと普通の日本人の見方がちょっと違いがあるのかなと思って、うちの子がアメリカ生まれなんですが、あっちゃん、きっとは最近の動画によく出てくるんで、スティーブとね、息子がすごい親子関係いいなというコメントをよく残してくれる方がいまして、嬉しいですよ。まあ自分に言わせるとそれは当たり前な関係なんじゃないのかな。うちのあっちゃんは小さい時から学校の中まで手つないでクラスルームの中まで連れてたことが、ほとんど毎日のようにやってましたよね。教室の中の他の子供たちのこと、先生はどういうふうに子供に教えているのか、うちの子がどういう子供ともう友達になろうとしているのか、どういった子なのか、どういう遊び方しているのかなどをあっちゃんがちっちゃい時から自分で見てきたんですよね。で、ちょっと子供が大きくなると友達のところに泊まりたい。その場合も必ず自分もあっちゃんはその家まで行って中まで入る。もうその子はね、友達になった子供たちのこと知ってるんだけど、お兄さん、お姉さん、大きい子が、あと親はどういう子なのかとか、やっぱり見てみたいなと思うんですよね。いつも、にもういろいろ見てた。特に自分の子供の周りをちゃんとね、見て、しとかないと誰は誰なのか、どういうつながりがあるのか、どういう人が来る可能性がある、どういったトラブルが起きる可能性があるのか、などをいつも見てました。それは私のスタイルですね。日本に住んでた時はね、他の家族、今でもの日本人の、お父さん、子供との間のことをたまに見ますよね。この間もつい最近話になったんですよね。一人のね、お父さんと息子3人息子がいるらしいんだけど、そのうちの一人の一番若い子がね、ちょうどみんな食事中にこの話になったんです。うちのお父さんとキャッチボールは1回やったから、それ聞いて、1回しかやってない ?1 回だけ？仕事はね、大変なのはわかる。アメリカでもね、仕事が大変だったの分かってる。でもね、その日本人の仕事に対する考え、家族に対する考え、それとアメリカ人の仕事に対する考え方、それと家族に対する考え方の違いがやっぱり大きく違いがあると思いますよね。日本人は会社、仕事終わってから同僚同士で飲みに行ったり、お客さんと飲みに行ったり、あれしたり、もう遅くまでもう帰れないお父さんが多いと思うんですよね。自分も20代とか日本に住んでた時もそうだったんですよね。でもね、仕事ばっかり、そこに子供がいるとする。その子供はね、ママがいるとすると、ママと2人でやることが多いんだけど、パパの存在感がない。パパとこういう話することとかはないことは決していいことではないと思いますよね。今の若者は何しているのだ、これからは日本はどうなるんだろう。昔からね、世代が本当にもう毎回多分同じこと言われてると思うんだけど、特に最近若者は何もしない。若者やる気がないから、外国からはやる気のある人を日本に入れてこないといけないとかって、全ての原因じゃないと思うんだけど、お父さんの働き方を若いからを見て、その子供たち大きくなるとどう思うかな。自分は嫌だなと思う子がいるかもしれないよね。パパがずっといない。パパとのね、楽しい時間を過ごしたことない。パパなんかは誰？どういった人間なんかはね、会わないから分かんない。っていうのは、かわいそうだな。うちの子は、あっちゃんは19歳。19歳で朝起きて週末でも、今日どこにドライブに行こうか、今日は何しようか、今日は DIY でなんか楽しくやろうか。もちろん親子関係なんだけど、フレンドリーないい関係なんだよね。で、まだパパが嫌じゃなくて、パパと一緒にお風呂入りたくないとかって、日本で初めて聞いたらびっくりした。パパあんな嫌なものになるの？日本は普通は。アメリカではそれはあんまり聞かないんだよね。もちろんパパがいない、離婚であんまり会わない。正直にもう言いますよ。スティーブの親も離婚だったんだよね。若い時から。それでもパパとの時間があったんだよね。
週末とか平日のこの日からこの日までは別にいいか悪いか分からない。まだお父さんの存在感が子供にはあって、普通のやっぱりもっとね、時間を過ごしてあげないとダメだなって。仕事ばっかりに行く日本人スタイル。気持ちはファミリーだけで行くアメリカンスタイル。それは足して、2で割るとちょうどいいかもしれないですよね。仕事しなきゃいけない。子供たちにそれを見せなきゃいけないんで、教えなきゃいけないんだよね。仕事しないと、一生懸命やらないと、何もやってもいけないよ。上に行けないよ。努力しなきゃダメ。でもそのバランス、生活と仕事のバランスがあるんじゃないかと。ポイントは家族の時間、仕事の時間、これうまくバランスを取りましょうというポイントですよね。だからスティーブは完璧なお父さんというわけではないよ。別に日本人のお父さんダメってみんな全てってそういうわけじゃない。たまに聞きますよ。うちの子とタクシーの運転手はこの間言ってましたよね。朝早くタクシーを運転する。で、今娘さんが8歳か9歳なのかな。で、スポーツ好きでいろんなところに連れててスポーツをやらしたり、運動させたり、自分もちょっと参加してもうついていけなくなってるらしいんだけど、でもそれはすごい楽しいこと。いいね。思い出すと、うちのあっちゃんも若い時にああいうのはやってましたよね。友達と一緒に公園に行って週末でストレッチングとか走ることとか、ちょっとしたスポーツ競技、ストレスを発散させなきゃ、子供はね、子犬みたいにね、エネルギーがありすぎて散歩させないと、家の中を全部壊しちゃう。ちゃんと運動させないと、ちゃんと時間過ごしてあげないと、ちゃんと話聞いてあげないと、いい親子関係はなかなか作りにくいんじゃないのかなっていうのは、もっと日本でも今のお父さんたち、これからなるお父さんたちは自分の息子、娘さんと自分の趣味を一緒にやって、もう一つ、子供が大きくなるんですよね。中学校とかに入ってクラブ活動が当然に始まりますよね。子供にとってはクラブっていうのはもう親にとってのなんか仕事みたいなもんだよね。やらなきゃいけないこと、頑張らなきゃいけない、チームワークを覚えなきゃ。これから全てがそこから来ると思うからこそ、ちゃんと見に行ってあげなさい。応援してあげましょう、子供たちに。必要ですよ。あんまりね、うまくできない子でも応援が必要。親がいて、そこで頑張れーとか、よく頑張った終わった後、アメリカ的な考え、アイスクリーム食べに行こう。日本はね、かき氷でもなんか食べに行こうかとかって、その時間が本当に多分ね、子供の頭に残ることなんですよね。自分の場合、あっちゃんが最初はモトクロス。自分もちょっと若い時からね、車のこととかバイクのことをインプットしたからかな。バイク好きになった。週末になったら夕方とかになったら帰ってきてバイクの練習、乗り方の練習。週末になったらピックアップトラックにバイク乗せてよく遊びに行ったこと。それが戻ってきてから BMX に興味あった。BMX のいろんな大会に行った。自分はどっちかといえばチームまで組んで、あっちゃんとあっちゃんの仲間たちがかっこいいユニフォームとかっこいいチームとして神風っていうチームだったのかな、当時はね。すごいいいことであって楽しい思い出もある。自分たちがそれ作った、子供たちのためにやった、親のためじゃないよ、違う、子供たちがいい環境で楽しく友達同士でうまく競技ができるような環境のサポートと応援のことですよね。言っとくんだけど、親同士でこのいいところがね、親同士ではダメになることが多いからね、それだけ言っとくんだけど、日本だろうがアメリカだろうが全部パンになる原因が親に責任がある。子供たちじゃないからね、覚えておいて。それだけは間違いないポイントです。応援に行く。アレックスは今度は、うちのあっちゃんが今度 BMX からラクロスというスポーツに行く。自分はラクロスに全く興味ないんだけど、自分の子供がそれに興味あるなら、毎週末朝起きて、早く起きて、朝5時、6時から YouTube 見ながらラクロス覚えたんだよね、自分は。できるというわけじゃないんですよ。でも、ある程度アシスタントコーチまでできるように。それはね、もう自分の子供それやるなら、俺も合わせて一緒にやっていきたいなっていうのは当たり前な考えなのかなと思ってたんだけど、特に日本の生活と仕事のバランスを見ると、足りないところがあるなって感じますね。たまに。時間を過ごしてあげましょう。ね、本当は重要です。ファミリータイムも重要だし、お父さんと息子のタイムは重要だし、3人の時間も大事だし、お母さんと息子、お母さんと娘の2人だけの時間も必要なんだけど、家族とビジネス、仕事のバランスを取る。
ことは重要なポイントだなというふうに感じますね。まだ50前の49歳のお父さん、19歳の息子1人しかいない。全て知ってるわけじゃないんで、こういう感じでみんなに言ってるわけではないんです。あくまでも自分の経験から話することだけなんですが、いかがでしたか？こういったトピックはご興味のある方がいらっしゃるのであれば、他にこういうについてちょっと話していただけませんか、スティーブさん。これについてちょっと興味があるんで、日米的にちょっとお話してもらえないでしょうかっていうコメントの方にまた、残しておいてもらえれば、ガレージトークっていうんですかね。台本なし。自分を考えていること、感じていることだけをお話をさせて、いただいているところですね。日々前進。それはサムズアップの意味ですね。トラブルがあっても、壁に多少ぶつかることがあっても、それを乗り越えて、ポジティブにやっていくことですよね。スティーブ的な視点の Amazon ショップありますよ。Amazon Japan にスティーブ的視点で検索してもらえれば、それが QR コードはこの辺りにあるので、それをスキャンすることか検索していただければ、新商品いっぱいあるので、チェックしてね。世界のお父さんたち、頑張ってやっていきましょうね。サムズアップ的に。では次回までよろしく。